このチャンネルではイヤホンのレビューを音と波形と言葉でお伝えしています。こんにちは、MD ジャックです。ご視聴ありがとうございます。今回は伸び伸びになっていたファイナル E1000、2000、3000の音収録、比較動画、レビューです。予想通り制作に大変時間がかかりましたが、なんとか無事アップすることができました。途中脱線もしていて長尺の動画となりますが、ちょっと面白い検証をしているので参考になればと思います。E500 についてはこの後のトピックスでご説明します。今回は構成を変更し、コンテンツ間に音質比較動画を挟む形で5種類8曲をお送りします。まずは E500 でピンクノイズを収録したこの波形をご覧ください。左右の周波数特性が全然違っているんです。当初は左だけしか収録していなかったので、表示された波形を見て E500 は随分低域がカットされているんだなどと思っていたのですが、疑問が湧いたのでネットで周波数特性を公開されている方のブログを拝見したところ、全然波形が違うので慌てて右の波形も測定しました。こんなことは初めてです。右の波形の方がまともな感じはしていますが、これでは音収録もレビューもできません。多分不良品なので今返品の手続きをして新たに E500 を注文しました。今回の動画公開には間に合いませんでしたが、 E500 とファイナルの別製品の2つで改めて動画制作いたします。ピンクノイズを発生させ E2000 の LKFS のレベルを -16.0 に合わせます。ボリューム設定を触らずにイヤホンを交換します。測定した値を左からレベルの高い順に並べました。 E1000 -15.6、 E2000 -16.0、 E3000 -19.5 という結果になりました。使用上のインピーダンスは全機種同じなので感度の違いが影響しているようですね。測定結果と感度の関係は使用上の数値の通りにはなりませんでした。 E1000 と E2000 に若干のレベル差があり、 E1000 のレベルが大きく、聴覚上も E1000 の方が音は大きく感じました。 E3000 は感度レベルが2デシベル低いので結果も想定通りでしたね。ちなみに同じ条件で KZ-AS06 も測ってみました。 LKFS のレベルは -3.0 でした。ピンクノイズがすごい音量になっていました。普段からファイナルのイヤホンは音量を取りづらく感じていましたので、 AS06 との比較結果を見て、やっぱりなぁと思いました。ノイズ対策などで意図的にそういう設計になっているようですので、事前に理解しておいた方が無難です。出力の小さいスマホなどではヘッドコンアンプを介した方がいい場合もあると聞いたことがあります。 E3000 を Xiaomi Redmi Note 8 Pro と ASUS ZenFone Max Pro M2 に接続して試してみたところ、どちらも通常聞いている音量から2段階ほど上げる程度で十分な音量を確保できました。2段階上げても最大ボリュームまでにはまだまだ余裕がありました。同一ボリュームによる音量差はイヤホン交換後に聞いた時の印象に影響があるので気をつけるようにしています。では音質比較動画フェーズ01です。イヤホンを比較する機会が増えてくると、私は聞いた印象を記憶しきれません。また数種類を読解引っかえ聞いているとだんだん混乱してきます。比較時に必ず同じ曲を聴くわけでもありません。ですが手持ちの機種をピンクノイズを収録し、周波数特性の波形を表示できるようになったことで随分楽になりました。これにより〇〇と比べてどうなのかという判断が格段にしやすくなりました。そして私にとっての基準となっている機種がこのファイナル E シリーズの中にあります。 E シリーズ3機種の波形を重ねました。まず各機種の低域、高域のピークに水平線を引き、傾きが少ないかどうかを見ています。次に1で範囲指定した部分がどれほどピンクの基準ラインに近いかを見ています。そして聞いた印象と音量の取りやすさを加味しています。低域、高域のピークを結んだラインはどの機種も大差なくいいバランスだと思います。E1000 指定範囲の中域が他の2機種より基準ラインから離れている。もし基準ラインを持ち上げるとかなりフラットな感じになりますが、それはしません。E2000 低域、高域を結んだラインの傾きが最も少ない。指定範囲の中域も E3000 とほぼ同じだが、どちらかといえば E2000。E3000 中域は E2000 とほぼ同じ。低域が少し目立つ。
3機種の中では最も音量が取りにくい。この結果と聞いた印象を加味し、私の基準となっている機種は E2000 です。波形から見ても中間的存在で聞いた第一印象が良かったこともあります。ですが、これは優劣をつけたわけではありません。比較した中で選択した結果で、しかも主観でしかありません。お伝えしたかったのは、何か判断基準を持っている方が何かとやりやすいということと、これも比較の一環ということです。では音質比較動画フェーズ02です。E シリーズはドンシャリ？イヤホンデビューしてから中華イヤホン KZ シリーズを買うことが多いのですが、ざっくり言ってしまうと KZ はドンシャリサウンドが多いという印象を持っています。刺激の強い派手な音、慣れてしまうのがちょっと怖いような。極端な例ですが E シリーズ3機種と KZ、ZST の波形を重ねたものです。ZST は私が所有する中では最も強いドンシャリです。以前の動画でご紹介済みですが、低域、高域が強く、中域がすっぽり落ち込むこのサウンドは、聞き味は悪くないし慣れるとこれが当たり前になってしまうのがちょっと怖いんですが、原音を忠実に再現しようという設計ではないので、アーティストが思いを込めて制作した曲をそのまま聴きたいという要求から外れてしまいますね。音楽制作過程で各楽器の音調整、ミックスダウンの段階で中域を削って音をすっきりさせるということは、すでに行われている処理で、そこからさらに中域をドーンと落としてしまうと聞こえづらくなりそうな。ものすごくざっくり言っています。ミックスの過程では、もっともっといろいろな処理をしています。はい。ちょっと話は脱線しましたが、この波形を見ての通りで E シリーズはドンシャリではないです。メーカーさんもおっしゃっているように、フラットに近いチューニング、自然な音、付け足さない音、長時間聴いていられる音だと。で、今の私にとっては E シリーズは基準の音です。ですが、その基準の音ありきで KZ サウンドも大いにウェルカムな私です。では音質比較動画フェーズ03です。画面の白い波形は直前に収録した E2000 のピンクノイズを再生しているところです。同音管の縁にイヤーピースの傘がすっぽり収まるように差し込みます。この状態でピンクノイズを再生し、リアルタイムで波形を見ます。直前に収録した波形とリアルタイムの波形は重なるはずです。次はイヤーピースを浅めに挿してピンクノイズを再生したところです。波形に変化が出ています。広域が顕著ですね。次は浅めに挿したイヤーピースを徐々に深めに挿していきます。波形も段階的に変化しています。傘の部分がすっぽり収まる位置まで差し込みます。さらに奥へ差し込みます。変化を見るためなので、リアル耳だとここまでは入れないとは思いますが。次は KZ 付属のイヤーピースで試しています。まずは浅めに挿しています。次に1段階奥へ 2mm ぐらいでしょうか。次に傘が収まる位置まで。最後はもっと奥へ。ファイナル E タイプのイヤーピースの波形からわずかに変化が見られます。はい、今度は TRN 付属のイヤーピースです。浅め差しです。一旦スポンと抜いてみたり、傘ライン一歩手前まで。次は傘ラインまで。さらに奥へ。
ぎゅうぎゅうやってると波形も変化してるのわかります？ざっくりこんな感じでしょうか。朝目指しだと広域のピークがはっきり現れる。深く刺すにつれ広域が落ち着き、さらに深く刺すと広域が垂れて中低域がじんわり増す傾向に。イヤピのメーカーの違いによる変化も見られましたが、刺し方による変化が大きかったですよね。リアル耳に置き換えると、外自動の矢尾石の違いから来る音質変化の疑似体験といったところでしょうか。鼓膜から遠くなれば低域が落ち広域が目立つ。鼓膜から近くなれば広域が垂れて中低域が目立つ。外自動の矢尾石は個人差がありますから聞こえ方も違うんですよね。まあこれは個人的な解釈ですし、ものすごくざっくり言ってます。本当はもっともっといろんな要因があって、イヤピの開口部の径でも変化するし、材質でも。そんな多岐にわたるイヤピと差し方による変化のほんの一部をご覧いただきました。ファイナル E シリーズの比較からは脱線しちゃいましたけどね。では音質比較動画フェーズ04です。There is nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Time goes by so fast. Time goes by so fast.There is nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't play the monster. No matter what you tell yourself. I should've known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we can never be friends. We can never be friends. いい線。わかりやすく、軽く、明るめの音。軽く。低域がブーストされていないためでしょうか。でも、比べなければ低域不足と感じるほどでもないです。明るめ。6から 8.5kHz 付近の広域のピークが効いていると思われます。この部分のキャラクターは E2000 もほぼ同じ。300から 2kHz 付近が他2機種より膨らんでいるので、音数の多さを多少実感できます。とはいえ、他2機種と一番開きの多い 1kHz 付近の差が2から 3dB なので、比べなければ聞いた瞬間にはっきりわかるほどではないと思います。視聴での第一印象は元気のいい音だなでした。中広域の出音が印象的だったということでしょうね。低域から 10kHz 付近までがピンクノイズの基準ラインより 7dB 以内に収まっているのはすごいです。軽快さゆえ、深み、奥行き感についてはあまり感じず、広がり感も特筆するほどではないにしろ、元々のレベルがすでに高いところにあって、すごいことを涼しい顔してこなしている感じがします。波形の通りで若干広域寄りの傾向です。E2000。E1000 に対し、程よいメリハリがついて、聞きやすい、はっきりした音。はっきり300から 2kHz 付近の落ち込みが音をすっきり整理させているように感じる。実際には落ち込みというほどではないが、そこで空いた音のエネルギーが低域側に回り E1000 より 2dB ほど増加傾向ですが、300から 2kHz 付近が空いた分と差し引きするとマックスで E1000 より 5dB ほどの差分が出るので、聞き味が変わってきているのかと思います。広域も300から 2kHz 付近が空いた分と合わせ明瞭感が増し、ブラスのアタック感が鋭くなっていて、ここは E1000 の広域よりインパクトがあります。広がり、分離もメリハリがついた分感じやすくなっているように思います。無難で、どっちつかず的にも取れる E1000 に比べ、出すとこ、引っ込めるとこを意識したチューニングになっていると思います。E1000 よりすっきりしていて、低域も広域も1枚上手な感じがします。弱点は低域に少し甘さというか、締まりがない時があります。曲によってそう感じます。過去に E2000 と4000を交互に主張した時の印象では、E4000 の低域は締まっていて、硬質に感じました。E3000 に行く前に音質比較動画フェーズ05です。
E3000。他2機種に比べどっしりした低域に支えられ、豊かな柔らかみのある音。豊かな、やはり低域の存在感が大きいです。実際には 50Hz 付近で E2000 との差は3デシベルほどですが、元々のチューニングが素直に感じるので、ちょっとした変化を感じやすいと思われます。柔らかみ 150Hz から 2kHz 付近までは E2000 とほぼ同じカーブですが、3kHz 付近でピークがあり、ここは3機種で一番出ているところです。その代わり5から 8kHz 付近が一番抑えられていて、同じ曲のグラスのアタック部分を聞いても存在感は他2機種に比べ一歩譲る感じです。最初に感じるのは波形で見ての通り低域に重みを感じること。E1000、E2000 と順番に聞いて一番低域が重いです。100Hz 以下にピークがあるので重みのある低域を感じます。広域を強調していないのが優しめな音につながっているのは間違いないですが、多機種と差し替えて聞くときに音量をしっかりとってあげないと小さめの音で再生することになり、あれなんだか迫力ないしこもってないってことになります。E3000 を聞く上で最初に気をつけたい点だと思います。ボリュームを上げ、他に機種と同じぐらいのレベルになったなと思ったら、そこからさらに一段ボリュームを上げても音域が柔らかいので問題ないと思います。お好み次第でということになりますが、同じ曲を聴いたとき他に機種では感じられなかった深み、臨場感を感じることができます。普段 KZ など他メーカーとの聴き比べでは E2000 を基準にすることが多いですが、単に好みを言ってしまえば E3000 です。最初は E2000 でしたが、聴いていくうちに好みが変化したというわけです。ですがそれは音量をしっかりとって聞くことに気づくまではわからなかったことで、比較したことを伝えるという過程がなければ E3000 ってこんなもんかと進化がわからずじまいだっただろうと思います。実はイヤホンよりもヘッドフォンを使用していた期間が長く、ソニー MDR-CD900ST を長期間使用し、現在はアーカーゲー K712 プロを使用していますが、ケーブルに縛られたくなくて買った1個の完全ワイヤレスイヤホンがきっかけでイヤホンにはまり、音質に満足できず有線イヤホンに逆戻りし KZ を知り、一気に有線イヤホンにはまり、音収録レビュー動画をアップすることになっていくわけです。その過程でファイナルというメーカーを知ることになるのですが、最初に E1000 を視聴した時には、おいおいエントリーモデルでこれかよ2000円でしょすごいなと思ったのを覚えています。ファイナル E シリーズをこれから買うのであれば E1000 を買ってみてよかったら上位機種をではなくて E2000 をスパッと買ってしまうのがいいかと。で E2000 が気に入ったら E3000 も買う。まあこれは私の購入パターンですけど、 E3000 が好きでも E2000 で聞きたいと思うこともよくあります。 E シリーズを揃えておこうと思って最後に E1000 を買いました。ケーブルが太いのが特徴で耐久性良さそうですから、いずれ E4000、5000も入手するんだろうな。今回のレビューは波形の通りで機種ごとに大きな違いがあるというわけではありません。音質比較動画でも違いが分かりづらそうだったので、いろいろなジャンルの楽曲をチョイスしてみましたがいかがでしたでしょうか。派手な音はしないので物足りないかもしれませんが、音量をしっかりとってイヤーピースをきっちり合わせることで素直な音を聞かせてくれるイヤホンたちだと思っています。動画制作に長時間を費やしましたが、私なりにファイナル E シリーズの理解が深まった濃厚な時間でした。それでは今回はこれで終了です。今後もいろいろアップ予定ですのでお楽しみに。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。